パリ食堂自体はですね、もともと家業でずっと引き継がれてきて、自分は4代目っていう形で、はい、今、立ってます。はい。いや、送る一人だったから、とにかくな、手伝いしなくちゃどうしようもねえと思って。ケチャップのかかり方、一つにとっても、そこは意識をしてますね。そこの変えていいところと変えちゃいけないところって明確にあると思ってて、今流に乗れば絶対ふわとろ。でもそれをふわとろにしたことで、それはパリのオムライスじゃなくなってしまうよね。まず年齢から。年齢31歳です。川名幸喜と申します。株式会社パリの代表取締役を、はい、務めさせていただいてます。パリ食堂自体はですね、もともと家業でずっと引き継がれてきて、自分は4代目っていう形で、はい、今、立ってます。はい。毎朝だいたいこの時間に来られるんですよ。自分はそうっすね。だいたいこの時間かもうちょっと遅くかっていう感じで、いつも祖父がお米はやってるんで、朝そこまで大きな仕込み自体なくて、もう前日には一部やっちゃうんですから、ここに来て99年、ここに来て99年。この建物が昭和2年の建物ですので、99年ですね。で、違う、すぐ斜め横にレストラン5番っていう今場所があるんですけど、そこでずっとやってたと。で、それが火事になって減少しちゃったため、こっちに移転をしたっていうことは言われてますね。ガラを今からキャベツは付け合わせのキャベツ。そうです。オムライスとか、でも全般的にかな、基本的な。ね、今もう機械で全部できちゃうんですけどね。一番注文が多いメニューは何でしょうか？オムライスです。オムライスですね。圧倒的に。圧倒的にですね。全体の7割ぐらいかな。自分は、はい、赤坂と新宿の方で修行はさせていただいてます。そこでの学びみたいなものは活かせる？めっちゃ活かせてますね。本当に厳しいところだったんで、基本的なところ、技術云々っていうのももちろんそうなんですが、基本的なところが非常に活かせてるなとは思います。厳しかったっすね。ねえ、今の時代じゃ、ちょっとまた変わってんのかもしれないけど、その時は普通に皿は飛んでくるわ、胸ぐらつかまれるわ、ねえ。殴りはなかったけど、でも足は飛んでくるわっていうのはもちろんあったし、で、最初はもう皿洗いから始まって、おはようございますって感じでしたね。皿洗い、鍋洗いから始まって、
食材に触れさせてもらえないので、ね。まあ、いい思い出だなっていう、はい、感じではありますよね。いやーまあいい思い出ですね。今返せばね、もうその時は本当にもう大変だった。突発性の難聴になったり、ね、現場に出てて耳が急にさ、パンみたいな感じでさ、全く聞こえないんですよ。でも別に病院行かせてくださいとも言わないし、まあ精神的なものですよね。ね。その時はあくまでもパリ食堂継ぐとかじゃなくて自分の店を持ちたかったから、やっぱりそれが普通だし、そうならないといけない。自分の店を東京で持つんだと。その後ですね、健康診断引っかかってしまって、今度は持病が見つかってですね、まあ結論から言うと、国指定の、血液の疾患を今でもまあ持ってますと。そこからちょっと入退院を繰り返す話になってしまって、まあ現場に復帰ができなくなってしまった。から、ちょっとずつ店を持つっていう夢よりも、自分の体と向き合う時間も長くなり、これも持つのがそもそもって現場に立てないんでね。だから自分でお金稼がなきゃいけないなっていうところから、ブログをやってみて、ブログの収入で生計立てたこともあるし、物販業に行って、自分で仕入れて販売をするものもやりましたね。で、最終的に、ちょっと土日だけでもパリ食堂に来て、ちょっとリハビリがてらやっていこうか、みたいな感じからパリの関わりが増えてったっていう。と、一番目でわかりやすいのが、まずはここでしょ。ここいつからこうなってるかもどうかも。ちょっと自分はわからなくて、ちょっと蓋を開けてみたらこんな状態になっていた。で、そちらをこう左側からずーっとこう来ると、まあちょっと斜めってますよね。目で見てわかるんですが。で、そこの部分は、まあ今、石みたいな、まあ瓦礫というが支えている状態。地下室もあるんですね。そうなんですよ。でもこれが大変でしょ。これ本当は一定になってなきゃいけないじゃないですか、建物。そうですよね。こっちとこっちがこんだけ幅が違うってことは、そういうことだよねっていう。笑い事じゃないけどね。そういうことっていうのは、いやもう、建物自体が斜めってるってことなんでしょうね。これも時間が経過したからこうなってるっていう。建物がどんどん斜めってってるから、こっちの方が下にこう、なってるんでしょうね。2番は強いんだかっていう、今度大きな地震が来たら、ちょっとね、怖いなっていうところで、早急に耐震の工事をやらないといけないよねっていう段階です。
営業が始まってから意識していることは本当に些細なことなんですけど、オムライスを一個一個自分の子供をこう世の中に届けるような気持ちでやってますね。はい。まあオムライスだけじゃないんですけど、やっぱりメインの商材というかもの、パリ食堂といえばオムライス。そのオムライスが写真撮っていただけることが非常に多いので、どのものを見てもこう写真映えじゃないですけど、オムライスの顔には気をつけてるかなっていうのはあります。で、果物関係で言えばリンゴの位置とか、今だとリンゴでこれから夏になるとスイカに変わるんですけど、そこのリンゴの位置が寝てるか立ってるかで印象って全く違うんです。やっぱり料理って立たせないといけないし、高くしないといけないんですよ。平面に見るよりも高くするのが料理のまず基本中のキなんですよね。まああとはケチャップのかかり方一つにとってもここは意識をしてますね。恥ずかしいな。ケチャップライスはでバターが効いてて美味しいです。お待たせしました。いいね。これがいいね。あ、うまい。ラーメンはどうですか？味はめちゃうまいです。めちゃうまい。並んでる？並んでない。名前は川辺義友です。年齢は82です。出身はここでずっと育って外に出たことはないんです。ええ。だからおふくろはずっとやってたから、うん。だから俺も外に出ないんだけど出なかった、手伝いをしてた。高校卒業してからだよ。18から。覚えてるのは、成人式に出ねえで配達したんだよな。いや、送る一人だったから、とにかくな。手伝いしなくちゃどうしようもねえと思って。俺はおばあちゃん子で。やっぱりおじいちゃんって無口なんで、幼少期からちょっとこう、怖い存在があった。冗談抜きで、よく作ってもらってたのがオムライスとかだったから、オムライスは印象には残ってます。はい。味はあんまり変えないようにしてて、そこの正解はやっぱり今まで少なくても100年ぐらいね、こう提供し続けたものが正解だと思ってます。だからこうやったらいいのに、ああやったらいいのにっていうアイディアはあっても、それをそうやってはいけないと思ってます。
例えばオムライスってふわとろが今めちゃめちゃ有名だけど、じゃあパリ食堂ふわとろやってみようかってなった時に、いやそれってパリ食堂のオムライスじゃないよねってなっちゃうんですよね。でも今流で言えば絶対ふわとろだし、そこの変えていいところと変えちゃいけないところって明確にあると思ってて、で今流に乗れば絶対ふわとろ。でもそれをふわとろにしたことで、それはパリのオムライスじゃなくなってしまうよね。です。1日の売り上げが数千円とかってザラだったし、それを見てきたし、でもう常連の方しか来ないみたいな、新規のお客さんがほとんど来なくてっていう時代の方が長かったんで、じゃあここを再建するためにはどうすればいいんだというところが、やっぱりブログの知見も役立ったしっていうのはありますね。回り回って楽な道は絶対に行きたくなくて、だってパリ食堂も言うてしまえば茨だったんですよ。お客様が全くいない、どうやってお客様を獲得していくかから始まって、で自分の個人事業をある意味捨ててこっちに行ったっていうのは、どっちの道だろうなって考えた時に、絶対に4000万問題がつきまとうパリ食堂を承継した方が大変だなと思ったんですよ、自分の中で。じゃあこっち行こう。今後も絶対出てくるじゃないですか、二択の選択が。楽な方には絶対に行きたくなくて、大変な方に行ってそれを正解にするのが自分の仕事だと思ってるんで、突き進んでいけたらいいなと思います。店の展開をしていきたいなって思ってて、この根本的なところがやっぱり悔しさがあるんです。パリ食堂で言えばおじいさんがいたから成し遂げられたんでしょって言われるのが本当に悔しくて、自分の力試してえなっていうのはありますよね。どこまでいけるか。はい。